こんにちは、村雲です。今回の動画では、先日ネジ改良が施されたカローラシリーズの中のカローラツーリングのネジ改良内容と、それに伴うグレード選択の注意点を中心に紹介していきます。その他、カローラシリーズの解説要望もありましたら、コメント欄までよろしくお願いいたします。それではご覧ください。まずはグレード構成についてです。ツーリングには大きく分けて3つのグレードが設定されており、エントリーグレードの X、ベースグレードの G、上級グレードの W/B が設定されており、パワートレーンとしてはガソリンの全輪駆動の使用と、ハイブリッドには全輪駆動と4輪駆動の使用が設定されているため、全部で9バリエーションとなっており、バリエーション数などはネジ改良前から変更はありません。車両本体価格は270万円から304万8000円となっており、昨今の車両本体価格の高騰具合や、後ほど紹介する装備の内容を鑑みると、良心的な価格設定となっているかと思います。続いて、パワートレーンの使用についてであり、今回のネジ改良のポイントとなっています。ツーリングには2種類のパワートレーンが設定されており、一つは今回の改良から設定された1.5 リッター3気筒エンジンの使用と 1.8 リットル4気筒エンジンにモーターを組み合わせたハイブリッドの使用となっています。まずはガソリンエンジン使用についてです。今回の改良によってこれまで搭載されていた 1.2 リッターターボエンジンに代わり、ヤリスなどに搭載されている 1.5 リッターエンジンが搭載されていることがポイントです。排気量の増加に伴い馬力が4馬力アップ、燃費も W/B グレードにて2キロ良くなっていたりと、より優れた動力性能のエンジンへと置き換わっています。その理由として、エンジンの排気量アップと、従来の CVT から発進ギア付きのダイレクトシフト CVT の採用による影響も大きいと考えられ、走り出しの軽快感もアップしているものと思われます。唯一の懸念点としては、4気筒エンジンから3気筒エンジンへと変更されたことによるエンジン振動などの悪化が挙げられますので、一度市場で確認されることをお勧めします。また、注意点としては、ガソリンエンジン仕様には前輪駆動しか設定されていないため、使用環境によってはハイブリッド仕様の選択をお勧めします。続いて、ハイブリッド仕様についてです。こちらに関しては、1.8 リッターエンジンとモーターの組み合わせという構成に変更はありませんが、特にハイブリッドシステム内のモーターがボクシーやノアリで実装されている新世代のものに置き換わっています。具体的には、出力が大幅に向上しており、フロントのモーターの馬力が72馬力から95馬力へと23馬力向上。4輪駆動を選択した場合に搭載されるリアモーターの馬力が 7.2 馬力から41馬力とほぼ別物となっており、特に4輪駆動仕様におけるリアモーターのアシスト力の向上による滑りやすい路面における走行安定性の向上が見込まれます。また、燃費に関しても X グレードの全輪駆動仕様で 29.3 キロというクラストップレベルの燃費性能を持っていることもこのハイブリッド仕様の特徴と言えます。続いて内外装飾についてです。まずは外配色についてです。ツーリングにはご覧の通りツートンを含む全10色のカラーバリエーションが設定されていますが、グレードにより選択できるカラーが異なるため注意です。具体的にはW/B グレードではご覧の7色が選択でき、G グレードではご覧の8色が選択でき、X グレードでは全4色から選択することができます。各グレードごとにそれぞれのグレードしか選択できない外反色が設定されているため注意です。続いて内装飾についてです。内装飾のカラーバリエーションとしては、基本的にブラック一択となりますが、シートカラーを W/B グレードのみ、オプションにてホワイトに変更可能となっています。また、シート素材についても W/B のみ合成比較が使用されていますが、それ以外のグレードではファブリックとなっている点が注意です。また、ルーフライニングに関しても、ご覧の通り W/B ではブラック、それ以外のグレードではホワイトとなっており、かなり雰囲気が異なるため注意が必要です。次に外観紹介になります。フロントフェース周りについてですが、
左がネジ改良前、右がネジ改良後のものとなっていますが、フロントフェース周りに関しては、ライトユニット周り以外、大きな変更は加えられていません。ライトユニットとしては、W/B グレードのみ、自動でロービームとハイビームを切り替える機能を持った単眼のバイビームヘッドライトが装備されており、改良前よりもデイライト部分が切れ長となっており、よりシャープな印象となっています。それ以外のグレードでは、こちらのライトユニットとなっており、機能としては同等のオートハイビーム機能が搭載されていますが、注意が必要です。その他のグレードごとの外観上の違いとしては、グリル周りのメッキ処理の有無が挙げられることと、フォグランプに関しては、W/B では標準装備、それ以外のグレードではオプションとなっているため注意です。サイドのデザインはご覧の通りとなっており、こちらに関しては今回のネジ回路において大きな変更点はありません。ボディサイズは全長 4495mm、前高 1460mm、前幅 1745mm、ホイールベースが 2640mm となっています。前幅が 1800mm 以下に抑えられているため、取り回しが良い方が大きなメリットになるかと思います。サイドのデザインとしては、非常に伸びやかなシルエットとなっており、サイドに斜めに入ったラインがテールランプにかけて斜めに立ち上がっており、これにより前傾姿勢のようなスタンスが強調されているとともに、A ピラの角度もかなり斜めになっていることで、非常にスポーティーなシルエットとなっており、ワゴン特有のスポーティー感と実用性の高さを両立したシルエットと言えます。また、ツーリングにはルーフレールをオプション所属可能ですが、細かな違いですが、W/B グレードではカラーがダークグレーであり、それ以外のグレードではシルバー塗装となります。ホイールデザインとしては、こちらの3種類が用意されており、W/B グレードには、こちらの 215-45R、17インチのホイールが標準装備されており、それ以外のグレードには、こちらの鉄チンホイールが標準装備となっており、サイズは 195-65R、15インチとなっています。これに対し G グレードのみ真ん中のホイールにオプションで変更可能となっており、サイズは 205-55R、16インチとなっています。いずれにせよ17インチホイールは W/B グレードのみ装備可能といった差別化がなされているため注意が必要です。こちらがリアデザインとなっており、こちらのデザインもネジ回路において大きな変更はありません。グレードごとの違いとしては、W/B グレードにはこちらのバンパーアローのシルバー塗装がありますが、それ以外のグレードにはこの部品は取り付けられていません。また、テールランプに関しても外観上の違いはほとんどありませんが、W/B グレードでは LED ライトがテールランプを縁取るライトガイド付きに対し、それ以外のグレードではその装備がありませんので注意です。続いて内装紹介になります。まずはトランク容量です。トランク容量としてはワゴンタイプであるため、カローラシリーズ随一の容量となっており、通常状態でも必要十分の容量があると考えられ、また、ご覧の通り、鉱石を倒すことで、かなりの長尺物も搭載可能となっており、アクティブレイアウトにおいても十分対応可能かと思います。また、ハイブリッド仕様に関しては、アクセサリーコンセントをトランク及びセンターコンソールボックスに装備可能であり、1500W まで給電することが可能であるため、非常時やキャンプなどのためにも、ぜひとも装備したいところです。ガソリン仕様には装備できないため注意です。その他、注意点としては、トロカバーは全グレードオプション装備となっており、忘れずに選択する必要があります。続いて、運転席周りについてです。ステアリング周りについてですが、W/B、G グレード、それぞれが本革ステアリングとなっており、X グレードがウレタンステアリングとなっています。そのため、ステアリングヒーターに関しては、W/B、G グレードにオプション装着可能であり、X グレードには装備不可であるため注意です。メーター周りが今回の年次改良での内装関連の最も大きな進化ポイントであり、最新の 12.3 インチのフル液晶メーターがツーリングにも採用されました。ただし、装備可能となっているのは W/B グレードのみであり、それ以外のグレードでは4インチの TFT 液晶メーターが標準装備となっており、G グレードに関しては7インチのメーターへとオプションで変更可能となっています。7インチのメーターでも情報表示量としては必要十分かと思いますが、やはり 12.3 インチのメーターが装備したくなった場合、
グレードが W/B 一択となるため要注意です。また、より情報表示量を拡張するヘッドアップディスプレイに関しても W/B グレードのみオプション装着可能となっていますので、こちらも注意です。安全装備に関しては、前走車と車間距離を維持しつつ、白線中央を走行するよう支援するレーントレーシングアシストや、右左折時も作動するプリクラッシュセーフティーなどが全グレード標準装備となっており、この辺りの装備が充実しているのはありがたいところです。より安全を求める場合のブラインドスポットモニターなどは、全グレードオプション忖度可能となっているため、必要に応じて選択いただければと思います。ナビに関しては、10.5 インチのナビと8インチナビが用意されており、W/B、G グレードに関しては8インチナビが標準装備となっており、オプションで 10.5 インチだと拡大可能となっています。X グレードに関しては、標準ではナビレスとなっており、オプションで8インチナビのみ装備可能となっているため、注意が必要です。エアコン周りにも快適装備がオプションで用意されており、オートエアコン機能に加え、空気清浄機能を追加したエアコンユニットを全グレードでオプション装着可能となっています。また、エアコンユニット下には W/B グレードのみ置くだけ充電機能オプション装着可能となっていることがポイントです。シート形状としてはご覧の通りとなっており、こちらは W/B グレードのスポーツシートとなっており、サイドの張り出しの大きく、上縁をしっかり支えてくれるホールド性の高いシートとなっています。G グレードのシートは、形状は W/B グレードとほぼ同じで、素材がパブリックとなっており、X グレードに関しては、サイドサポート形状が少なめのシートとなっています。快適装備としては、W/B グレードと G グレードのみシートヒーターがオプション装着可能となっている点が注意です。後席装備としては、グレードごとに大きな差分はなく、ワゴンボディを生かした快適な居住空間が担保されている印象です。まとめです。今回の年次改良において、外観、内装ともに大きな変更点はありませんでしたが、中身の進化に重きが置かれており、特に動力性能の進化に関しては、エンジン仕様、ハイブリッド仕様双方において目覚ましく、どのグレードにおいても恩恵得られるので、非常にありがたい進化であると言えます。また、最新の液晶メーターや安全装備の充実など、機能性においても充実しており、価格面を考慮しても非常にコスパに優れ、カローラという車両のコンセプトに沿った正常進化であると言えます。今回の動画の内容としては以上となります。このチャンネルでは他にも新型車の情報や愛車のスープラ関連の DIY 情報の発信を毎週行っております。自動車好きの方の参考となる情報を発信していけるよう努めていきますので、動画の高評価とチャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。また、動画内で実施してほしい企画などありましたら、コメント欄までよろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。